中本博士とサトシのおしゃべり解説。ビットコイン、仮想通貨、過去の主な流出事件のおさらい。サトシくんと博士は自宅のリビングで話をしています。サトシくん、最近日本の仮想通貨取引所でビットコインの流出事件が起きたことは知っているかい？博士、もちろん知ってますよ。大騒ぎになってましたから。そう、今日はそのハッキング事件について話そうと思うんだ。まずはマウントゴックス事件から始めようか。お願いします。マウントゴックス事件は2014年に発生したんだ。この事件では約85万 BTC が流出したよ。そんなに。原因は何だったんですか？原因はシステムの脆弱性をついたハッキングだったんだ。この影響で会社は破産手続きを開始し、多くの顧客が多額の資産を失ったんだ。うわ、それはひどいですね。次にビットフィネックス事件だね。2016年に発生して約12万 BTC が流出したんだ。これも大きな額ですね。原因は複数のセキュリティ層を突破したハッキングが原因だよ。でもこの事件では顧客の資産は一部保証されたんだ。少しは救われたのですね。そしてコインチェック事件について話そう。2018年に起きて約5億3000万ネムが流出したんだ。ものすごい額ですね。原因は何だったんですか？ホットウォレット管理とマルウェア感染が原因だったよ。でも顧客には日本円で保証されたんだ。日本円でも保証があってよかったですね。次にバイナンス事件を見てみようか。2019年に約 7000BTC が流出したんだ。また大きな被害ですね。原因はフィッシングやウイルス攻撃が原因だったんだ。でもバイナンスはサーフを使って顧客の資産を保証したんだよ。サーフって何ですか？それはセキュア、アセット、ファンド、フォー、ユーザーズの略で緊急時のための資産保護基金なんだ。なるほど、備えがあったんですね。クリプトピア事件も2019年に発生したよ。数千万ドル相当の被害だったんだ。またハッキングですか？そう、セキュリティの脆弱性をついたハッキングだったんだ。この事件では会社は破産手続きを開始し、顧客の資産は一部失われたんだ。破産は辛いですね。クーコイン事件は2020年に発生したよ。約2億8000万ドル相当の仮想通貨が盗まれたんだ。どんなハッキングだったんですか？ハッキングによる多くの仮想通貨の盗難だったんだ。でも保険や再取得で多くの資産を回収し、顧客には保証されたよ。保証があってよかったです。そして最近の DMM ビットコイン事件だね。2024年に発生して 4502.9BTC 約482億円相当が流出したんだ。具体的なハッキング方法は分かっているんですか？いや、どのような脆弱性を突かれたのか、ハッキング方法についてはまだ不明なんだ。正式発表を待っているところさ。それは心配ですね。どのような手法だったのかわからないと対策できないですよね。これからの情報に注目ですね。現時点で確かなことは言えないが、マルウェアに感染し送付先アドレスの偽装等が疑われている。マルウェア感染だとコインチェックの時と同じかもしれないということですね。一昔前にインターネットバンキングの不正送金でもあった手法だが、画面上に表示されている情報、送付先、金額と実際に処理される数字がマルウェアで書き換えられた可能性が疑われている。現在は対策が施されているので、インターネットバンキングで同様の攻撃は難しくなっている。それは怖いですね。さて、これらの事件にはコールドウォレットとホットウォレットの使い方が関係しているんだ。それについて教えてください。コールドウォレットとはインターネットから切り離された状態で仮想通貨を保管する方法なんだ。つまりオフラインで保管するんですね。そうそう。それに対してホットウォレットは常にインターネットに接続されているんだ。だから便利だけどハッキングのリスクが高いんですね。その通りだ。例えばマウントボックス事件では一部の資産をコールドウォレットで保管していたが、大部分はホットウォレットにあったんだ。だから流出が防げなかったんですね。ビットフィネックス事件も同じで、コールドウォレットを使っていたけど多くの資産がホットウォレットにあったんだ。ハッキングのリスクが高かったわけですね。コインチェック事件ではコールドウォレットを使っていなかったため、ホットウォレットにあった資産が全て流出したんだ。それは大きなミスですね。バイナンス事件では大部分の資産をコールドウォレットで保管していたけど、ホットウォレットにあった資産が盗まれたんだ。やはりホットウォレットが狙われやすいんですね。クリプトピア事件でも同様にコールドウォレットを使っていたが、攻撃はホットウォレットに向けられたんだ。なるほど。クーコイン事件も多くの資産をコールドウォレットで保管していたが、ホットウォレットにあった資産が盗まれたんだ。どの事件も同じパターンですね。個人投資家が行える対策としてコールドウォレットの使用が有効なんだ。具体的にはどうすればいいですか？ハードウェアウォレットやペーパーウォレットを使ってオフラインで保管する方法があるよ。それなら安心ですね。またマルチシグネチャ、マルチシグを利用するのも有効だよ。それは何ですか？複数の鍵が揃わないと
取引が承認されない仕組みなんだ。セキュリティが強化されますね。セキュリティ対策がしっかりしている取引所を選ぶことも重要だよ。どうやって選べばいいですか？ホットウォレットとコールドウォレットの管理体制を確認することだね。なるほど。2段階認証 2FA も設定しておくと不正アクセスを防げるよ。それは大事ですね。定期的なバックアップも忘れないようにしよう。どこに保管すればいいですか？小型デバイスなどオフラインで切り離して安全な場所、例えば金庫などに保管するんだ。ウォレットの秘密鍵やリカバリーフレーズを定期的にバックアップするんだよ。わかりました。少額のみを取引所に保管して大部分はコールドウォレットに移すのも有効だね。それなら安心ですね。流出事件についてまとめるね。お願いします。3つのポイントがあるよ。1つ目はハッキングの原因はシステムの脆弱性やフィッシング、ウイルス攻撃など多岐にわたること。なるほど。2つ目に多くの事件で会社が破産手続きを開始し顧客が多額の資産を失ったこと。確かに被害が大きいですね。最後に一部の事件では保険や保証制度があり顧客の資産が守られることもあったことだね。保証があると安心ですね。でも流出額や状況によっては常に保証されるわけではない。実際破産したところもある。取引所各種ウォレット等に分散して保管することが大切だ。博士、ありがとうございます。勉強になりました。ハッキングの知識と対策ゲットだぜ。こうしてサトシ君は仮想通貨の流出事件を知り、分散保管の大切さを知ったのであった。過去の主な流出事件のポイントは3つです。1、ハッキング原因。ハッキングの原因はシステムの脆弱性やフィッシング、ウイルス攻撃など多岐にわたる。2、顧客資産の多額損失。多くの事件で会社が破産手続きを開始し、顧客が多額の資産を失った。3、保険。保証制度適用事例あり、一部事件では保険や保証制度があり、顧客の資産の一部または全額が守られたこともあった。以上です。このチャンネルが少しでも良いと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。